こんにちは、ルイカと申します。今回はリスト形式など縦方向に長いデータをこのように複数列に分割する方法をご紹介いたします。ピボットテーブルなど Excel 上でデータ集計する場合はリスト形式で縦一直線に並んでいる必要がありますが、印刷して人の目で確認したい時などは縦一直線だと紙の無駄になってしまいます。印刷設定の段組や2-in-1などで1ページに複数列表示するということではなく、このように1ページにたくさん詰めて印刷されるようにします。シート上だとこのような感じですね。印刷して人の目で確認したい時もあると思いますので、ぜひご覧くださいね。では解説をいたします。実は今回の内容は前回と全く同じ方法で実現できます。前回はこのようにリスト形式の内容をこちらの電話番号表に反映させるというもので、値をデリートキーで消しますと、番号表の方も値が消えて、セルの削除や移動をしますと、その情報がこちらにも反映するという内容でした。前回は電話の番号表をメンテナンスしやすくするため、今回はデータを見やすくするためと、シチュエーションは違いますが、縦一直線に並んでいるデータを目的の形に成形するという構造は同じですので、前回と同じ方法で成形していきましょう。オフセット関数を使ってタイトル行から指定した数だけ下の位置にある値を表示しますので、このような数字を作ることができれば良いことになります。こちらの列はタイトルから1つ下から5つ下。隣の列は6つ下から10個下の値を表示します。1セルずつ直接連番を指定するのは大変ですので、数式でこれらの値を出せるようにしましょう。前回と同様に計算用の行や列を作ります。今回は1列に5行表示しますので、1から5の値。そしてこちらの0、1、2は5を何回足すかの値です。こちらの列は0ですので、単純にこちらの1から5になり、こちらは1ですので、5たす1で6、5たす2で7。こちらは2なので、5を2回足した10と1で11、10と2で12です。数式はこのような感じになりますね。こちらのセルの値 ×5 に、こちらの列の自分の行の値を足しています。この後コピーしますので、こちらの行と、こちらの列は絶対参照にしています。実際にコピーしてみますと、ちゃんと1から15が表示されていますね。こちらの5を足す回数の値もコピーできるように数式にしてしまいましょう。3つ左のセルに1を足すという規則性がありますので、先頭の列の3つ左にマイナス1を入れておき、先頭の列をこのように3つ左のセルプラス1。これをコピーしていくと、先ほどと同じ数字になりました。見た目は先ほどと変わっていませんが、数式になっていますので、この最初の列をコピーしていくだけで、1ずつ増えた値にすることができます。準備はできましたので、オフセット関数を作っていきます。罫線などが必要な場合は、最初の1セットのうちに設定しておきましょう。設定しましたので、数式を入力します。イコールオフセット、基準となるセルが、こちらの日付のタイトルセル。コピーしますので、絶対参照にしておきます。そのセルから移動する行数ですが、先ほど計算した内容ですので、こちらの値 ×5 に、こちらの値を足したものになります。この式の場合、カッコはいらないのですが、式の優先順位をわかりやすくするため、カッコをつけています。コピーしますので、行や列を絶対参照にしておきます。列数は基準となるセルと同じなので0。高さと幅は今回は不要なので省略します。シリアル値として表示されました。表示形式で日付にするのは表ができてからまとめてしますので、先に売上の方を作りましょう。日付の列と同じく自分の列に値を入れて計算することもできますが、日付のセルの一つ右のセルを表示するだけでも良いので、こちらを入力状態にして数式をコピー。売上のセルに貼り付け。同じ式なので同じ値が表示されていますが、
日付の一つ右を表示させますので、この0を1にします。1月1日の売上が表示されました。ではこの2セルをコピーして、数式だけ貼り付けます。日付の表示形式も変えましょう。確認しますと、ちゃんと1月1日から5日の日付と、その日の売上が表示されていますね。ではこの表をコピーしていきます。表の間を1列空けたいので、空白列も含めて3列コピー。試しに3セットだけ貼り付けてみますので、9列選択して貼り付け。こちらの値がちゃんと1ずつ増えていき、日付も連続した日付が表示されていますね。売上の方も大丈夫です。今度は最後までコピーしますが、1年分の売上なので365日あり、1つの表で5日分なので、表が73個必要になります。そして、1つの表が3列なので、73×3 で219列選択します。ちなみにページダウンキーやページアップキーを押しますと、このように縦方向に1ページずつスクロールしますが、オルトキーを押しながらページダウンやアップをしますと、横方向に1ページずつスクロールすることができます。さらにシフトを押しながらだと、選択状態でスクロールできます。では最初の表の列をコピーして、そのままオルトとシフトを押しながら、ページダウンを連打。こちらに今の選択列数が表示されますので、これを目印に選択していきます。219列選択しましたので、貼り付け。これで12月31日まで、貼り付いていませんでした。こちらは72となっていますが、先頭が0スタートなので、個数的には73個目です。この年はウルー年だったようで、2月29日までありました。365日ではなく366日のため、1日足りなかったようです。最後の表をコピーして、貼り付け。12月31日が表示されました。下の0日や売上0は元の表の何もない部分を参照しているためなので、削除しておきましょう。これでできましたので、シート全体を選択してコピー。値で貼り付け。そして元の表と計算用の列と行を削除すれば、5件ごとに分割した表の完成です。今回は解説用に文字を大きくしていますので、1列5件で作成しましたが、実際に作業されるときは、画面のサイズや1ページの行数など、目的の大きさに合わせて作成してくださいね。2つ注意点です。今回はオフセット関数を使ってセルを参照する形で表を作成しましたが、セル参照では元のセルの表示形式や書式などは持ってこれません。例えば元のセルに色が塗ってあっても、イコールで参照している先には反映しません。先ほどの日付と同様に、表示形式や書式が必要な場合は、参照している先で改めて設定しましょう。もう一つは、オフセット関数は処理が重い関数だということです。今回のように、数百件程度で、しかも最後に値で貼り付け直す分には、特に問題にならないと思いますが、数万件や数十万件以上のオフセット関数が常に存在している状態だと、結構 Excel の動きが遅くなる可能性があります。最終的に値に変えても問題ない場合は、値で貼り付け直してしまいましょう。ということで、長いデータを複数列に分割する方法でした。もしお役に立ちそうでしたら、高評価やコメント、チャンネル登録などしていただけますと、とても嬉しいです。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。